大家好，我现在在台湾。今、台湾に来ています。来週から台湾での旅の様子をお届けしたいと思いますが、今日は台湾に持ってきたものだったり、旅で役立つかなと思うアイテムをご紹介していければと思います。まずスーツケースの方なんですが、今回3泊なのでちょっとこのスーツケースは大きめなんですけど、普段だともうちょっと一回りか二回り小さいスーツケースを持ってくるんですが、今回は食材を買ったりとかするかなと思ったので、かなり余裕を持たせたサイズのスーツケースにしました。で、こっち側は、普通に衣類が入っているんですけど、南国なので結構汗をかいたりとかして、で1日に2回とか着替えることもあるかもしれないので、T シャツとかはちょっと多めに持ってきていて、あとこれはヨガの服と、あと小さな三脚を一応持ってきてるのと、あとこれはなんか撮影で使うかもしれないものが入っていて、中はマイクとかもっと小さい三脚とか、自撮り棒とかそんなものが入ってます。で、こっち側は、靴は本当今回スニーカーしか履いてきたスニーカーしか持ってきてないんですけど、このビーチサンダルは部屋のスリッパ用ですね。で持ってきてるのと、あとこっちはサルサの靴です。サルサ用の靴です。でこれも下着とかですね。あとこれもサルサ用のジーンズ。基本なんか暑いところに来るとジーンズは暑すぎるのであんまり普段履かないんですけど、サルサするときはジーンズでするので持ってきてます。であとこれは動画を編集するときに使う、簡易的なヘッドフォンですね。であとはこっちは持ち運び用のカバンと、であとエコマグを、コーヒー用と、こっちは水とか入れようかなと思って2つ持ってきました。であとは日焼け止め、これはかなり重要ですね。日焼け止めは絶対に南国に来たら必要なものと、あと鎮痛剤、途中で何ですかね、なんかこう痛くなった時に飲めるように、これは一応いつも持ってきてます。あとこれも、お買い物袋で持ち歩こうかなと思ってるものですね。であとはこの辺は、女性だと結構化粧品とか、あとスキンケア商品とかたくさん旅になると持ってかなきゃいけないと思うんですけど、私の場合本当以前の動画でもご紹介したんですけど、本当スキンケア商品全く使ってないので、中は本当シンプルで、歯磨きセットと、あと化粧品もないので、このブラシと日焼け止め、フロス、そんなもんですかね。あ
サルサ用のイヤリング、でこっちはもうちょっと、これもすごい重要ですね。虫除け、南国に来たら絶対これは必要なので持ってきた方がいいと思います。あと、デオドラントとか、これが毎日洗顔の後に塗ってるワセリンと、やっぱ暑いところなのでお腹壊したりとか、ほんとめったにないんですけど、何かあった時のために一応せいろがんと、これは、筋肉疲労とかにいいマッサージオイル、ハーブのマッサージオイルなんですけど、台湾なのでもうほんと普通にその辺でマッサージとか受けられるんであんまり必要ないとは思うんですけど、結構マッサージとかあんまりないヨーロッパとかそういうところに旅行する時にはオイルを持ってって自分でマッサージしてあげるといいと思います。でこんなもんかな。であと機内持ち込み用にはこっちのバッグで来たんですけど、こちらの中にはノートパソコンとかカメラとかそういう貴重品とかを入れてました。でこの持ち運び用のバッグの中にいろいろ入れて持ち運ぶものとしては、まずなんか変な写真ができちゃった。携帯ですね。で携帯は私 SIM フリーの携帯を使ってるので、飛行場で3日、フルでアンリミテッドで使える SIM カードを購入したんですけど、やっぱりこう外に出た時にいろいろ地図見たりとかお店調べたりとかネットがあるとすごい便利なので、SIM フリーの携帯の人は SIM カードを買った方がいいと思います。SIM フリーの電話じゃない場合は便利なのは Google マップでここのなんていうんですかね、メニューボタンを押すとオフラインマップスっていうのがあるので、ローカルでこの、マップをダウンロードしておくとオフラインでも使えて、それで、電話自体オフラインでも GPS 自体は機能しているので、こう自分がどこにいるかとか地図を見ながら確認することができるので、 SIM カードを買わないっていう方がいたらこれはおすすめです。であと、ちょっと台湾はわからないんですけど、結構東南アジアとか暑いところって寒いんですよね、屋内が。なので上着は必ず持ってくるのと、あと小さいエコバッグと財布と手を拭く除菌シートと、これも台湾でどれだけ必要かわかんないんですけど、結構インドとかはもう絶対この水に流せるティッシュ、ポケットティッシュ、これ100円ショップで売ってるんですけど、もうこれがないと結構大変な事態になることがあるので、これは必ず、1個ぐらいは持ってくるのと、あとマイパッシ、あとは今回台湾で漢字が一応通じるので筆談用に紙とペンを持ってきたので、この辺をこちらのバッグに入れて持ち歩く感じになります。
ではまた来週水曜日から台湾で食べたものやしたことをお伝えしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。それでは See you next time! 再见